それでは本日は冒頭から4つちょっとお話を、発言をさせていただきたいと思います。総理から今朝閣議の後、先日示された骨格に沿って、コロナ対策の全体像のまとめに向けて作業をしっかり進めるようにということ、その中で病床確保と合わせて予防検査治療の一連の流れの強化、特に経口の治療薬の年内の実用化を目指すとともに、しっかりと必要量の確保に向けて取り組みを加速するようにというご指示がありました。我々厚生労働省の方においても治療薬の開発支援や承認がされた場合の必要量の確保に努めてきてはいますけれども、新たに実用化が期待される経口薬は国民の安心を確保していくための切り札と言えるものでありますので、総理の指示を踏まえ厚生労働大臣としても全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。それから本日の閣議に先立ちまして、新しい資本主義実現会議が開催されまして、成長と分配の好循環並びにコロナ後の新しい社会の開拓というコンセプトのもとに、我が国の新しい資本主義のビジョンとその具体化に向けた第1回目の議論が行われました。私の方からは労働分配の原資を稼ぎ出す成長の実現に向けては労働生産を高め付加価値を創出していくということが非常に重要であること、それから子ども、若者、女性、高齢者など多様な主体が育ちや職業訓練や学び直しなどの機会を通じて人生100年時代の中で自分自身の希望に応じていつでも新たな挑戦ができること、またキャリアアップができるように取り組んでいく必要があること、また多様な人材が労働参加してその能力を最大限に発揮していただくようにするために就労環境や労働市場の整備にも取り組んでいくと、そういう話をさせていただきました。今後の議論も踏まえながら必要な取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。総理からは緊急提言案を11月上旬にもまとめるというご発言もございました。詳しくは山際担当大臣の方にお聞きいただければとは思います。それから次に3番目でございますけれども、児童虐待防止推進月間についてでございます。児童虐待については児童相談所の相談対応件数が20万件を超え年々増加の一途をたどっております。その防止は社会全体で取り組むべき重要な課題だというふうに思います。社会全体で児童虐待防止取り組みを進めるにあたりまして国民の皆様により強く関心を持っていただく必要があります。このため厚生労働省では11月を児童虐待防止推進月間ということで位置づけまして、集中的な広報や啓発活動を実施しております。令和3年度の評価はいち早く誰かじゃなくてあなたからというのが標語でございます。本日の閣議では大臣の皆様にも月間へのご協力と、それからこれですがオレンジリボンのバッジの着用をお願いいたしました。報道機関の皆様におかれても児童虐待防止推進月間にあたりまして児童相談所虐待対応ダイヤルいち早く189ですね、いち早く等の広報啓発にご協力をいただきたいというふうに思っております。それから4番目でございますけれども、第72回の WHO 西太平洋地域委員会についてご説明させていただきたいと思います。昨日10月25日から兵庫県姫路市におきまして
第72回の WHO 西太平洋地域委員会開催されておりまして、私もホスト国を代表して開会式典等に出席をしてまいりました。日本での開会は19年ぶりということでありまして、昨年は新型コロナウイルスの感染によりまして、会が開けず延期になって、本年の開催となっております。本委員会においては新型コロナウイルス感染症をはじめ、結核だとか学校保健だとか地域の重要な保健課題についても議論をされます。新型コロナウイルス感染症対策にあたっては、西太平洋地域の連携というものが非常に大事でありまして、その連携の在り方について委員会の議論とも別に出席されていたフィリピン、ラオス、マレーシアの3大臣とバイの会談も行わせていただきました。我が国はコーバックスワクチンサミットで合計10億ドルの貢献を行うことを表明しましたほか、6000万回分のワクチンを現物供与することを表明しておりまして、すでにほぼ3000万回分を実行いたしております。各大臣からは、これをまた各国の代表団からは、これらを通じた支援に対する感謝の言葉をいただいたほか、お互いに西太平洋地域の国が各国ともに支え合って新型コロナウイルス感染症に対応していく必要があるということについて確認をいたしました。また東京2020オリンピック・パラリンピックについては各国から感染症対策、新たな時代の感染症対策の模範となる取り組みであったということで、大変な評価をいただきましたこともご報告させていただきます。今回の開催が西太平洋地域の各国地域の連携を深める機会として、このパンデミックからの脱却に大きく貢献ができるようホスト国として最大限の力を尽くしてまいりたい。以上でございます。ちょっと話が長かったですが、4つ今日は冒頭にお話をさせていただきました。